グローブの入力編集機能は建築の基本的なルールに沿った動き、つまり自動処理を行います。そのため2次元 CAD と比べると大幅に操作の手間を削減できます。それでは具体的にどのように設計を進め、つまり3次元建物モデルをどう作っていくのか、基本的な操作をご説明します。こちらの建物内部に簡単なプランを入力してみます。グローブでは柱や壁など設計で必要なコマンドやシンボルを豊富にご用意しています。普段から使い慣れている部材をそのまま選択して入力することができます。ここでは壁を入力します。2次元 CAD は線や文字、図形などを書いて設計しますが、グローブでは部材で設計します。部材は線分や連続線、円弧など2次元の CAD と同じように入力します。線のデータか部材のデータかという違いはありますが、操作自体は2次元 CAD と大差はありません。例えば RC の壁を描く場合、テンプレートからその部材を選択します。すべての部材にはこうしたテンプレートがあり、初めから豊富に揃っています。もし足りない場合には設計者自身で簡単にカスタマイズし登録することができます。各部材は基本的な建築ルールに従った振る舞いをします。つまり壁の部材は自分が壁であるということが分かっているので、このように自動的に崩落し、ハッチングも入ります。次は LGS の壁を描きます。RC 壁の適当なところから描きますが、このように LGS 壁は RC 壁に負けた表現になります。これも壁がそれぞれの性質をわきまえているので、LGS 壁の方が自動的に負けになりました。単一構成の壁に限らず、複層構成の壁も入力できます。構成は自由に変更できますので、片面に断熱材を貼ればこのような表現になります。続いて建具を入力します。ここでは片開きドアを入力します。平面 3D で壁がくり抜かれ、建具が入りました。建具の見付けをデザインします。2次元 CAD で作図をするように建具の姿図を描きます。設計者がデザインした通りに 3D に表現されます。100分の1平面のレベルであれば、建具はこれくらいの表現で良いかもしれませんが、実施設計レベルの表現になるよう、建具に枠のディテールをセットします。このように枠のテンプレートが多彩に用意してあります。枠のディテールは設計者ご自身で作成することも可能です。2次元 CAD で作図をするように、建具の枠収まり部分を描くことで、建具の収まりが詳細にかつ 3D に正確に表現されます。続いて内壁仕上げを入力します。線を引くように入力することもできますが、ここでは壁面に対してワンタッチで入力します。壁面に内壁仕上げが入力されたことがわかります。また建具の収まりも仕上げ面から塵を取った表現になりました。続いて幅木を入力します。壁と同様、線を引くように入力することもできますが、ここでは一括で入力します。壁全体に幅木が入力されたことがわかります。また、ドアの部分はくり抜かれています。このように部材を使って設計することで3次元の建物モデルが出来上がります。3次元の建物を入力するための特別なスキルは必要ありません。今行った内容を2次元 CAD で入力すると、壁の崩落処理をするとか、ハッチングを入力するとか、かなり多くのマウス操作が必要になると思いますが、グローブでは建築のルールに従って自動的に処理が行われますので、マウス操作は少なくて済みます。ここまでのプランに寸法線を描きます。壁芯を作図します。寸法線を入力します。個別に入力することもできますが、ここでは一括で入力します。一度に寸法線が作図できました。あとは必要に応じて寸法線を移動・編集いたします。壁の位置を変更してみます。グローブでは寸法を指示するだけで関連する壁や壁仕上げ、建具などが追従します。それぞれの部材を個別に編集する必要はありません。建具の位置や開き勝手も変更してみます。い
くつかプランを変更したところ、先ほど一括で作成した寸法線が現在の設計内容と合わない部分が出てきました。最新のプランに合わせ寸法線を更新します。図面上の寸法線が現在のプラン通り正しく変更されました。断面からのプラン変更も見てみましょう。こちらの窓の高さ、下葉高を変更します。合わせて平面で建具の幅を変更します。再び寸法線を最新に更新します。設計変更に関連した図面上の寸法線がすべて更新されました。寸法を決めることは設計ですが、データを編集するのは CAD 上の作業です。グローブは CAD 上の多くの作業を軽減しますので、二次元 CAD に比べて作業の効率をアップすることができます。設計内容と寸法の食い違いも生じません。簡単でしたが、ここまでグローブの建築ルールに従った動きについてご紹介させていただきました。建築の基本的なルールに従って様々な自動処理が行われることにより、設計者は煩雑な CAD の操作に追われることなく、図面間の整合性維持を気遣うことなく、本来の設計の業務に集中することができます。効率的な設計ができるため、工数の削減にもつながります。